はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はですね、ついにカスタムコントローラーのレビューっていうことで、提供いただきました Hex ゲーミングのファントムっていうね、コントローラーをレビューしていきたいと思います。私もすごくカスタムコントローラーのね、ホールエフェクトスティックっていうのがどういう感度なのかっていうのをね、すっごい気になってたんですけど、やっとね、Hex ゲーミングさんのおかげで、検証することができました。はい、そしたら Hex ゲーミングファントムコントローラーのスペックをサクッとですね、モノルの方で確認していきたいと思います。カラー展開は5種類となってます。黒、青、白、グレー、透明ですね。エクスプローラーエディションっていうね、名前になってるこの透明バージョンを私はね、提供いただきました。非常にね、この透明は良かったです。中が見えてね、かなりかっこいいなと思いましたので、おすすめはエクスプローラーエディションですね。はい。で、PC、PS5、iPhone に対応しているっていうことは、DualSense とね、全く同じです。カスタムコントローラーなんですが、元のね、コントローラーの基板とかは DualSense のものを利用しているっていうことです。で、なのでですね、対応する接続方法も有線接続と Bluetooth 接続っていうことになってます。で、スティックはホールエフェクトスティックと接触式スティックの2種類が選べるようになってます。今回私が提供いただいたのはホールエフェクトスティックの方のバージョンになってます。スティックの重さっていうのがホールエフェクトで 60g フォースです。おそらく接触式の場合は 75g フォースになるんじゃないかなと思います。ちょっとね、確認できてないんでね、確かなことは言えないんですが、デュアルセンスのものをそのまま利用しているのであれば 75g フォースになってるっていうことですね。で、背面4ボタンがついてます。はい。で、遅延の値とかね、詳しく後で見ていきたいと思うんですが、トリガーストップがついてます。マイクロスイッチボタンに変わるタイプのトリガーストップです。有線のポーリングレートは 250Hz ですが、デュアルセンスなんでね、HID-USB-F っていうソフトウェアを使えば 1000Hz にオーバークロックすることができます。無線のポーリングレートは素で 736Hz っていうのが実測値でした。さすがデュアルセンスっていう感じでね、Bluetooth の接続はかなり早いですね。はい。で、スティックの感度カーブに関しては、ホールエフェクトスティックはノンリニアでした。この辺もね、かなりいろいろ言いたいことがたくさんあるのでですね、ぜひね、このね、レスポンスカーブの継続結果のところまでね、見ていただけたら嬉しいです。デュアルセンスなのでジャイロセンサーが搭載されていて、高承知本体重量 295g、スティックをねつけると 300g ちょっとぐらいっていうね、重さでした。価格は現在 33,990 円ということで、ホールエフェクト版はねプラス2800円で、キャリングケースと USB ケーブルがついているものはプラス4000円ですね、かかるっていう形になってます。はい、もうすでにね、一通り検証を終えてきてるんですが、早速ね、ちょっと開封して中身を見ていきましょう。よいしょ。はい、私がね、提供いただいたものは、こういう風にですね、ケース入りになってました。よいしょ。はい、中身見ていきます。よいしょ。はい、こんな感じですね。いろんなカラーある中で私はね、この見た目がすごいね、かっこよさそうだったんで、この透明のバージョンをね、選んでみました。すごいですね、中身が。デュアルセンスのカスタムコントローラーということなんですが、かなり中にね、いろんな基板とか、あとはケーブル類が、詰まっているのがよくわかるっていう感じでね、スティックのモジュールはこんな紫色の、エクストリームレートね、カスタムよくされる方だったらね、よくご存知このエクストリームレイトっていう製品を出している会社とね、同じ会社が作っている、カスタムコントローラーということですね。付属品ちょっと見てみたいと思います。ここにね、付属しているスティックがね、8つ入ってます。これもちょっと詳しく見ていきたいですね。で、私の方の製品は確か3メートルぐらいだったかなと思うんですが、長めの布織りで非常にクオリティの高いね、ロゴ入りの X ゲーミングのロゴが入った USB ケーブルが入ってました。そして、よいしょ。こちらがね、スティックの、軸周りにつけて、削れるのを防止するリングっていうことなんですが、あんまりね、これはFPS ゲーマーとかね、あんま使わないかなっていう、リングがたくさん入ってます。はい。私はこれ一切使わなかったです。
で、こちらがね、はい。ドリフィックスっていう風に言っているんですが、このね、ヘックスゲーミングのファントムについているですね、ドリフトを防止するような、設定ができるっていうね、端末ですね。と、このね、上部にある設定するポートを開けるための器具ですね。あとは、この端末をコントローラーに接続するためのケーブルが2本入ってました。この辺のね、設定方法も後で詳しく見ていきたいと思います。はい、そしたらですね、ちょっとスティックの方をね、パッと見ていきたいと思います。よいしょ。こっちに入っているのは短い方のスティックですね。4つと、で、こちらが長い方のスティックが4つですね。取りづらいんですが、長い方のスティックは。はい、こんな8つが入ってまして、よいしょ、短い方のスティックはですね、はい、こういう通常のね、へこみ型のスティックが2つと、ドーム型が1つですね。で、へこみ型のやや面積が広いスティックですね。かなり大きめのスティックが1つ入ってました。ロングバージョンの方はですね、ドーム型が2つと、へこみ型で面積の広いものが2つっていうね、そういう風な構成になってます。通常のへこみ型がね、ロングタイプには入ってないですね。で、ドーム型で比較するとですね、長さはこんだけ違います。結構違うかなって思いますね。ちょっと高さ測ってみたいと思います。はい、短い方のドーム型が 11mm ぐらいですね。で、短い方のへこみ型が 10mm ぐらい。長い方のドーム型が 18mm ぐらい。長い方のへこみ型が 17mm ぐらいって感じですね。なんでだいたい、へこみ型の 10mm が 17mm なんで 7mm ぐらい大きくなってる感じですかね。そうですね。7mm ぐらい長くなっているっていう感じですね。回転部分からの高さっていうのがだいたい 22mm なんですね。なんで 7mm 大きくなるとですね、22mm が 29mm になるとだいたい3割ぐらいですね。で、長い方にすると 30% ぐらいね、感度が低感度になってスティックがね、柔らかくなるっていう感じになってます。ちょうどいい、高さのね、スティックがついてるかなと思いますね。はい。私はね、この、ショートへこみ型に、片方はね、右スティックはフリークをね、いつものフリークをつけて使ってました。で、フリークは、何ミリのものがつくかというとですね、よいしょ。このね、へこみ型のちっちゃいやつが 18mm なんで、PlayStation 5向けのフリークはつけることができるので、今回はね、プロフリーク V2 をね、つけてゲームプレイをね、やってきました。一応ね、ドーム型の方も測っておくとですね、よいしょ。はい、ドーム型の方も 18mm ぐらいっていうことで、PlayStation 5でですね、デュアルセンス向けのフリークをつけることができます。もうちょっと詳しくね、コントローラーの方見ていきたいんですが、まずね、十字キーとか ABXI ボタンですね。この辺はメンブレンになってます。LB、RB もメンブレンですね。で、この辺はね、特に純コン、デュアルセンスからあまり変わりはないかなっていう感じです。はい。で、トリガーなんですが、こちらね、通常のアナログモードがこのぐらいのトリガーストロークがあります。普通のね、純コンと同じような、よいしょ。はい、全く変わらないトリガーのストロークがありますね。で、こちらを、トリガーストップをね、こうやってオンにしてやると、はい、これだけしかストロークしないボタンになります。マイクロスイッチのボタンですね。これの押し心地がすごくいいです。FPS ゲームにはほんと最高なね、このトリガーストップがついてますね。で、背面4ボタンに関しても、マイクロスイッチです。はい。ちょっと音をね、聞いてもらいたいんですが。はい。というわけで、マイクロスイッチになってます。というわけでね、カスタム内容としてはですね、このね、PS ボタンも、
X ゲーミングのロゴの、PS ボタンになっていたりとかですね、側は全部変わってます。PlayStation 5のね、デュアルセンスと比べてもらったらわかるかなと思うんですが、ここがね、デュアルセンスはね、この黒い部分っていうのが別パーツになってるんですよね。でもファントムに関してはここにね、別パーツがなくて一体型になってて、1つ2つとね、裏表のパーツに分かれているような、外装パーツが完全に入れ替わってます。もちろんね、ボタン類とか十字キーとかも全て、パーツが変わっていてですね。で、このね、タッチパネル部分も変わっているようです。背面ボタンがついているのと、ここにボタンがね、追加されていたり、トリガーストップがつくようになっていたり、グリップがね、ラバー製のグリップになってます。かなりね、硬めのラバーかなっていう感じですね。で、めちゃくちゃグリップ感が強いっていうよりかはですね、しっかりとね、こう、デコボコしたここのね、ギザギザで、グリップ力を高めるタイプのラバーグリップになってます。はい。でね、大きさは完全にデュアルセンスとね、同じですね。持ってみた感じとかも全く同じです。ただちょっとね、背面ボタンがある分だけ、やや大ぶりにはなってるかなっていうところですね。ちょっとね、背面ボタンがどんな風に出っ張ってるかっていうのもよく見ていただきたいところなんですが、ちょっとね、結構背面ボタン出っ張ってる方かなと思います。まあね、ただこれすごく押しやすくて、ちょっとだけね、誤爆っていうのはしやすいかなとは思うんですけど、ものすごくね、位置も良かったですね。どう見てもらえば分かりやすいかな。はい。こっち側でやった方がいいか。そうですね。左手で見てもらった方が分かりやすいかな。こういう風に持つ感じですね。はい。薬指をね、と中指でこういう風に押す感じで、小指はしっかりと握って、安定させて、こういう風にね、薬指と中指で持つって感じで、こうね、人差し指と中指をね、こうそれぞれボタンにね、こう置くような握り方の場合は、両方ともね、薬指でこっち側を押すときはこう指の横側で押して、下側を押すときは普通にね、腹で押すっていう感じでね、やるといいかなって感じで、小指はね、こうグリップさせるっていうね、こういう持ち方がいいかなって思います。どっちの持ち方でもね、問題なく持てるかなと思います。ただね、デュアルセンス自体が大きめなので、こちらもちょっと大きめかなとは思いますね。ただ全然持ち心地はそんなに悪くないですね。私もね、デュアルセンスエッジを結構長いこと使ってたってこともあって、この大きさっていうかね、この形、大きさっていうのはそこまでね、持ちづらいっていう感じはしなかったです。本体の重さの方も測っていきたいと思います。体重量はですね、303g ということですね。振動モーターとかはね、全て乗ったまんまなので、ちょっとね、重めかなっていうところです。デュアルセンスだと 277g。ちょっとカスタムだいぶしちゃってるんですが、デュアルセンスエッジは 341g ってことで、デュアルセンスエッジよりは軽いっていうところですね。まあ実際ね、こう持ってみると、デュアルセンスエッジは相当重いなっていう感じがするんですが、もちろんね、ファントムに関しては、そこまでね、めちゃくちゃ重いなっていう感じはしなかったです。そしたら今回はね、こちらね、すべて分解して中身をね、見てきたので、そちらの方をちょっとご覧いただきたいと思います。あらかじめお伝えしておきたいのはですね、分解はやらない方がいいかなっていうことですね。かなり複雑に基板と、内部のね、血栓が行われているので、かなりね、分解すると元に戻すのが難しくなるかと思います。そもそもですね、本体のネジがかなりね、特殊なネジになっているので、分解すること自体が難しいっていうのがあったりはします。で、こちらがね、背面ボタンの基板になるんですが、シリコンキャップがね、こんな風に、丁寧に、されていてですね、非常に押し心地のいいマイクロスイッチボタンになってます。マイクロスイッチ自体はね、オムロン製のマイクロスイッチが使われていました。はい、で続いてですね、背面ボタンを元に戻して、本体側ですねの、スティックのところまでですね、全部分解していくっていうことをやりました。中身はですね、結構エクストリームレートのですね、デュアルセンス改造キットに使われているような、基板とかですね、コードを結構利用しているところもありましたが、もちろんね、独自に作られているものっていうのもかなり入っていました。で、こちらがですね、スティックモジュールになります。
EX って書かれててですね、エクストリームレートのね、ホールエフェクトスティックモジュールになってます。コメントでね、教えていただいたんですが、おじさんっていうね、方からですね、教えていただいたんですが、ギンフルっていうメーカーが作っているものの OEM 製品っていうね、ことです。中身はですね、かなり基板とかね、ケーブル類いっぱい詰まってはいるんですが、ところどころ補強がされていたりとかですね、意外とちゃんとね、作られてるっていうかね、耐久性もね、もちろんね、元々のデュアルセンスにいっぱいいろんな機能が追加されてるっていうことで、ちょっとね、不安はなくはないんですが、しっかりしてるかなとは思いました。はい、一通り分解ができたので AVXY ボタンのメンブレのところにですね、電子回路を接続して遅延の計測を行いました。先に言っておくとですね、遅延計測の結果っていうのはデュアルセンスと全く、異ならなかったというかですね、全く同じ結果となりました。はい、それでこちらが X ゲーミングファントムコントローラーの遅延の計測結果になります。たくさんあるんでちょっと分かりにくいですが、ちょっとポーリングレートは消しちゃってですね、紫色っていうのがオーバークロックした、ケーブルの有線接続の遅延データで、このね、緑色が、Bluetooth 接続した時の遅延の計測結果、赤色がオーバークロックをしない時の有線接続の計測結果になります。はい、見ての通りですね、だいたいこのコントローラーの素のね、能力っていうのが5ミリセカンドぐらいっていうところなんですね。でオーバークロックすると平均で 4.69 ミリセカンドっていうことで、なかなかね、悪くない数字かなと思います。最近のね、一番遅延が少ないタイプのコントローラーっていうのはね、1ミリセカンドぐらいになってきつつあるので、ちょっと遅めではあるんですが、この遅延に気づくことができる人っていうのは多分ほとんどいないかなと思うような値になってます。実際のゲームプレイでもね、ケーブル、有線接続、Bluetooth 接続ともに全く遅延が気になることっていうのはなかったですね。一応ね、Bluetooth 接続も 5.43 ミリセカンドって非常に優秀な値なんですが、18.06 ミリセカンドが最大だったっていうことでね、このね、横幅がかなり広いですね。ちょっとこんな風にしてみたら分かりやすいですが、ちょっとね、たまにすごく遅れるっていうことがあるので、FPS ゲームで特に遅延を気にする場合は有線接続でやっぱりね、オーバークロックして 1000Hz で、遊ぶのがいいかなとは思いますが、実際問題そんなにこれがね、気になったことっていうのはありませんでしたっていうことです。オーバークロックしないっていうのはね、やっぱりちょっとね、デュアルセンスはちょっと遅いですね。オーバークロックしないと 250Hz ってことなんで、平均で 12.23 ミリセカンドってことで、例えばですね、120Hz で、遊ぶゲームだとですね、ほぼ毎回1フレームは遅れるかなっていう感じになるので、ちょっと遅すぎるかなとは思いました。ぜひね、HID-USB-F でね、オーバークロックして、X ゲーミングファントムコントローラーは遊んでいただけたらいいのかなというふうに思います。はい、続いてですね、レスポンスカーブの計測を行ってきました。レスポンスカーブの計測はですね、いつも通り、マイクロメーターを使って、スティックを物理的に倒していってですね、その時にゲームへどれぐらいの値が入力されるかっていうのをゲームパートテスターの方で見ながら計測しています。はい、これが X ゲーミングファントムコントローラーのスティック感度カーブのグラフになります。横軸がスティックを物理的に倒していった距離で、0が中率ですね。で、縦軸がゲームへの入力値で、1がマックス、0がなしっていう感じですね。で、見ていただいたら分かる通りですね、ほんの少しね、低感度のカーブを描いてるかなと思います。かなりね、リニアに近い方かなと思うんですが、わずかにね、低感度かなっていうところですね。ちょっとね、これでは分かりにくいので、誤差の方のグラフも見ていきたいと思います。はい、こちらがね、リニアとの誤差のグラフになります。ほんの少しですね、0から1ミリの間らへんで 20% 弱の、低感度っていうことです。これね、かなり気づきづらくてですね、私もね、かなりじっくりとネメシスのリコイル練習をしながらですね、検証してみたんですが、わずかにやっぱりね、リコイルする時の幅を大きめにね、しなきゃいけないっていうところとかですね、細かいエイム操作ですね、中遠距離のエイム操作とかでちょっとね、もたつくなっていう感じがありました。やっぱりね、これはね、ホールエフェクトスティック版だから起きているようなね、現象かなと思います。一応ね、ファントムにはね、普通のですね、
ポテンショメーターを使った接触式センサーのスティックも用意されているのでですね、この感度っていうのがね気になる方は、絶対にね接触式の方を使った方がいいと思います。私もね Apex とかですね、Call of Duty みたいな FPS ゲームで使うなら接触式センサーの方がいいかなって思いました。ちょっとねホールエフェクトスティック版は FPS ゲームには向いてないかなっていう風に感じたところです。ただねすごくスムーズなカーブでね、ここがギザギザしてるのはこれねどうしてもこう離散的にね、このゲームへの入力値のデータっていうのが、動いていくので、こういう風になっているだけでね、実際はおそらくスムーズなカーブになっているかなと思うんですが、まあスムーズなカーブなんでね、慣れればね全然使ってはいけるとかですね、あとはモンハンとかですね、あまりこのスティック操作は敏感すぎないタイプのゲームっていうのにはですね、全く問題なく使っていけるのかなと思いました。まあね、Apex のリニアとかね、ああいう感度っていうのは特にこのね0から1ミリっていうね、こういう細かいところをね使いすぎっていうねちょっと特殊なゲームではあるかなとは思います。一応リニア化っていうのもやってきてね、こちらはね Steam のカスタムカウントカーブを280に設定するっていうねことで、だいぶいい感じのリニア化ができたかなと思います。このね低いところと高いところの差っていうのは結局のところね 10% ぐらいは出てしまうのでですね、そのあたりっていうのの変化でねちょっと操作しづらいっていうかね、普段とちょっと感覚が違うなっていうのは出てしまうんですが、リコイルとかはねだいぶねネメシスのリコイルとかかなりマシになりましたしね、操作だいぶしやすくなったかなというところで、これなら Apex 回していくこともね全然できるかなっていう気がしました。ちょっとね提供していただいてる手前ねこんなことも言うのもあれですけどね、ホールエフェクトスティックはやっぱりホールエフェクトスティックなんでね Apex には向いてないよということはねどうしてもお伝えしておきたいなっていうところと、1点だけフォローするとすればですね、かなり低感度な、コントローラーっていうのは最近だとね 90% 低感度なんてものもあったりとかですね、3、40% 低感度っていうものもある中でですね 20% 未満に収まっているっていうのはホールエフェクトスティックとしては優秀な方かなとは思いました。はい、そしたらですねちょっとキャリブレーションのやり方っていうのもねちょっと見ていきたいと思います。キャリブレーションね3種類あってですね、まず1つ目がセンタリングの、設定方法ですね。レギュレーターですねの設定方法と、2つ目が深エンドの設定方法っていうのと、3つ目が、最大値の設定方法ですね。この3つっていうのを、説明していきたいと思います。ゲームパッドテスターですねを開いていただいてですね、画面に用意しておきます。でこちらですねホールエフェクト版にはねこういう端末が付属してくるので、こちらと、このケーブルですね、あとこういう蓋を開けるための器具っていうのをね用意して、コントローラーの裏側の上部にあるこのグレーの部分を開けます。こっちね下側から開けるとちょっとね怖いんで端末に触れそうで、こっち側からこうやってね上側から開けてやるといいかなと思いますね。でこんな風に開いたらですね、ここに端子があるのがわかるでしょうか。この端子にこのケーブルを接続していくんですが、ここにね黒い、なんて言うんですかね、ロックがあるので、これをね上に持ち上げてやります。爪とかでね優しく持ち上げてあげてください。持ち上げられたらこのケーブルをですねこっち向きでですねこうやって差し込んでいきます。よいしょ。はい、差し込めたらですね、さっきのね、このロックを下げてあげます。よいしょ。はい、これでね、抜けなくなるので、OK ですね。そしたら端末側のね、下に、ここにね、挿す部分があるので、ここにね、このケーブルを挿してあげます。結構奥まで刺さるのでね、まで刺したらね抜けづらくなるのでしっかり刺してあげましょう。そしたらこの状態でパソコンにですね接続をしてあげます。はい、そしたらね1つ目の設定をやっていきます。左スティックのでセンタリングの設定ですね、 C1 ボタンっていうのを長押し3秒します。はい、そしたら LED が点灯するので、これでねこうスティックをね左に動かすとどんどんこのアクシス0の値がですね、
減っていきます。右に動かすと増えていきますね。で、ちょうどマイナス 0.00392 から 0.00392 に変わるところで止めます。上下も一緒です。上下もね、同じようにマイナス 0.00392 からちょうど 0.00392 に変わるところで止めます。これで C1 ボタンを長押しします。はい、そしたら LED が点滅して消灯しましたので、これで完了です。これでセンタリングが調整できました。右スティックの場合はね、C3 ボタンをね、C1 ボタンの代わりにしてやればできます。このレギュレーター機能っていうね、ものに関してはですね、ホールエフェクトスティック板も接触式スティック板も両方ね、ファントムならついてきます。ただね、レギュレーター機能接触式板をこういうね、端末で操作するのではなくてですね、上部のネジをね、ドライバーで回して調整するっていうね、形になってます。ここから先はですね、ホールエフェクト板にしかついてない機能になってきます。実はもうすでに私設定だいぶしちゃったんですが、このね、シーンエンドチェックっていうのを一回やっておきたいと思います。こんな感じでね、かなりシーンエンドよくね、設定できてるかなと思うんですが、これね、を設定する方法ですね。まず一つ目がシーンエンド。どんな形にするかっていうのを設定するもので、もう一つが、そのね、最大値をどこに設定するかっていうね、そういう設定があります。その2つの設定をする必要があります。まず左スティックのね、シーンエンドの設定をやるには C2 ボタンを長押しします。そしたら LED が点灯しますので、反時計回りに5周ですね、スティックを回します。そしたら C2 ボタンを1回押します。で、上に倒して、0.92 から99の間ですね。私は 0.95 でやるようにしてるんですが、このね、アクシス1の値が 0.92 から99の間になるようにスティックを倒して、この状態で C2 ボタンを押します。はい。次左です。マイナス 0.92 から 0.99 の間ですが、マイナス 0.95 で実を押します。で、下ですね。もう同じように実を押します。はい。次が右です。これね、順番が大事でですね。上、左、下、右の順でやってあげるようにしてください。全部終わったら C2 ボタンを長押しして保存します。この状態でですね、シーンエンドチェックするとですね、こんな風にちょっと狭いですね、シーンエンドになってしまいますので、次の最大値の設定っていうのを行います。C1 と C2 を同時押し3秒間してあげます。そしたら LED が点滅するのでですね、この状態でここでもいいんですが、まずね、上からやっていきたいと思います。上にスティックを倒して C2 ボタンを押します。この状態で、スティックを左右に倒すとですね、アクシス1の値がね、上がったり下がったりするので、この値をちょうど 0.99 からマイナス 1.0 になるところですね。このマイナス 1.0 になったところで止めてあげます。これで C2 ボタンを単押しします。これでね、最大値が設定できます。左もやります。はい、下。右ですね。はい。最大値設定できたので、これで C1 と C2 をもう一回長押しして、はい、LED が消えたら完了です。これでね、シーンエンドチェックをもう一度やってみます。はい、かなりいい感じのシーンエンになったかなと思います。右スティックの場合はですね、C1、C2 を C3、C4 にね、置き換えてやってあげれば OK です。両方とも設定してあげたらね、このぐらいの深淵、もうちょっとね、右スティックが綺麗にできるかなと思うんですが、設定してあげたらいいかなと思います。はい、ここからはですね、Apex のゲームプレイを見ていただきたいと思います。実はね、リニア化設定っていうのはやらずにですね、プレイをしていました。
プレイしていく中でね、やっぱりなんかね、エイムが合わないなっていうことでね、改めてね、かなり詳細にいろいろ検証し直したりとかしてね、ようやくね、20% 低感度だってことが分かったみたいな感じで、最初はこれリニアじゃねえかなっていうふうに普通に思ってプレイしてたんですよね。はい。で、まあちょっとね、近距離の腰打ちエイムとかもちょっとね、いまいち、当てられてないかなっていうところですね。まあその一方でこういうね、当倍センチネルとかは割と当てられたっていうところです。ナイナイのね、リコイルっていうのはね、非常に、やっぱり低感度な分難しかったです。しかもフリークもつけてるんでね、相当低感度になっちゃってたってことですね。まあただね、なんとかね、割と戦えてはいたかなとは思います。まあ慣れの問題っていうのはね、もちろん大きいかなっていうのはね、ありますよね。まあフラトラのリコイルは超難しかったです。はい。流行りのランページとかもね、割と遠くまでね、当てていくことができたりとかですね、しました。最近のね、ランク環境、ゴールド2でも敵がまあ異様に強くてですね、本当にね、このプレイ動画を撮るのもだいぶ苦労したんですが、まあ、この辺ね、バンテージさんとね、デュオでずっと、ランクを回してたんですが、本当にね、今の環境ってかなり敵強くないですか？なんか気のせいなのかな。ゴールド2、まあ、開幕1週間ぐらいっていうことなんで、まあ、まだまだね、強い人が上がりきってないっていうのはあるんですが、それにしてもね、昔のランク環境と比べて敵が強い気がしてね、なんかね、これ何のせいなんだろうって、コントローラーのせいじゃないよなって思うんですけどね、何が原因なのか。あんまり私中距離当てれてなかった印象もないんで、まあこれなんかあれですかね、環境的にすごいね、タイムトゥーキルが短くなったっていうことですごい戦闘が増えて、でなんかちょっと盛りづらくなってるっていうのもあるのかもしれないですけどね。はい、でこれちょっと面白いシーンなんで見ていただきたいんですが、シャーライとセンチネルの打ち合いっていうね、いやなんとか勝てましたけど、あと一発だしね、本当に負けてても全然不思議じゃなかったですね。まあもしかしたらですね、この感度でね、リニア化しないで使うならフリークつけずにね、遊んだ方がいいかなっていう気がしました。フリークつけるならリニア化して、フリークつけないのであればもうそのままの感度で使ったらね、まあ自然と 20% ぐらいは低感度になってくれるので、リコイルとかもねしやすいままで、それなりにね遠距離中遠距離エイムも合わせていけるのかなっていう気がしますね。はい。でこのマッチが、チャンピオンまでね取れたマッチになってます。なんかね、ちょっとね、やっぱり遅れる感じっていうのがあるかなって思いますね。改めて、自分でね、見てみると、こことかも結構ね、いや、自分の中では確実に当たってるんだけどなっていうね、うん、それでも当たってない時が結構あったので、やっぱりちょっと感度が低いですかね。ちょっとこの環境でですね、一つね、利用でやるとこれいいなって思ったのは、このバンテージとアッシュの組み合わせですね。バンテージでワンピック取って、取ったところにアッシュで突っ込むっていうのが割とね、ハマってるかなっていう気はしました。アッシュ弱体化されたりとかね、いろいろありましたけど、このウルトがやっぱ最高に強いですね。そういうことをね、まあこれ自分でワンピック取ったんですけど、バンテージのね、ウルトと合わせてですね、取れたので、ウルトで突っ込んで、ちょうどね、バルキリーさんがいい感じの位置にいたので、もうこのバルキリーさんも相当うまかったんですよね。で、このね、パッシブですよね。パッシブで展開したりとかね、本当にアッシュは強すぎ環境ですよね。弱体化とかしてもまあ強いっすよね。で、エイムアシストが外れて全く当てられなかったシーンですけど、まあ、こういうところはやっぱり曲線的なねレスポンスカーブになってる弊害が出てるかなと思います。まあ、今回、長くね結構長めに APEX プレイしてきたんですが、やっぱりね、レスポンスカーブっていうのは大事だなっていう風に感じました。アウターデッドゾーンとかもねいじったりは一応このコントローラーできるんですけど、
まあそれ以上にね、レスポンスカーブをいじらせてくれっていうね気がしましたね。まあ、ぜひね、Apex プレイするならですね、ファントムの接触式の方をね、選んでほしいなって思いますね。接触式の方もレギュレーター機能がついているのでですね、微妙にセンタリングがずれていてもですね、調節をね、手動で、ネジを回してできるっていう風になってます。はい。で、このマッチね、もう終盤に差し掛かっていてですね、なんとかね、ここで結構微妙なポジションではあったんですが、耐えてですね、で、相手の正面にいるパーティーの横からね、別派が来たので、それでね、挟めるような形になってですね、うまいこと、自分たちのポジション、ね、有利ポジを取りに行くことができて、最終的には勝つことができたっていう感じですね。はい。それで、まあ、こっちがね、完全に広い場所を展開することができたので、それでね、まあ、相手もね、割と強くて3人残ってたんで危なかったんですけどね、なんとか抑えることができたって感じですね。アークスネアも地味にすごいいい仕事してますよね、これ。本当にアッシュ強いなって思いますけど。はい、もう一人になってたので、詰めて終了っていう感じですね。はい、続いて Call of Duty Black Ops 6のプレイ動画になります。こちらもね、やっぱりちょっと、スティックの問題っていうのはあったかなと思います。ただね、今回に関してはですね、Apex よりもね、こっちの方があんまり感度の問題っていうのは気にならなかったかなと思います。相変わらずやっぱりこちら側でもね、ちょっとね、感度が合わないっていうかね、エイムは少し合いづらいなっていうね、違和感っていうのはありました。ただですね、もうね、このコントローラーの、トリガーですね、トリガーストップをオンにした状態でのマイクロスイッチボタンになっているトリガーとかですね、背面ボタンのね、マイクロスイッチボタンとかですね、これはね、本当に最高だと思いました。背面ボタンの配置も割といい方かなと思いますね。かなりね、押しやすくてですね、良かったです。このね、2つの配置っていうのとボタンのね、押し心地っていうのはもうね、今のところ最高レベルにあるかなと思いますね。ストロークがかなり短いっていうところですごく押し心地とレスポンスも良かったし、連打も結構しやすいかなと思いました。はい。で、珍しくですね、マッチにはね、負けたんですが、ハイライトの方に選ばれたっていうことでね、全然成績良くないんですけどね。はい。まあ、序盤にあったね、連続キルがハイライトに選ばれたっていうところでした。まあ、これはね、ほぼまぐれみたいなもんですかね。はい。で、ここまでコールオブデューティーで、次が、ストリートファイター6ですね。十字キーの、操作性を見るためにやってきました。普段キャミーでやってるコンボの練習をやったりとかですね。前のコンボトライアルもやってきましたが、ちょっとね、十字キーに関してはですね、斜め入力が抜けやすいかなっていう印象がありました。まっすぐ上下左右にね、入力するのは非常にやりやすいタイプの十字キーかなと思います。微妙にですね、十字キーのね、上部がね、角度が斜めについてない感じがあってですね、そのおかげかデュアルセンス順行よりもですね、斜め入力が抜けやすい印象があったので、ストリートファイター6にはちょっとね、使いづらい十字キーかなっていうのが正直な感想です。まあ、この辺りはね、正直微妙な差になってきて、でね、微妙な製品の誤差とかも影響しそうな感じなので、もしかしたら個体差っていう話もあるかもしれないですね。はい。で、最後に、アナログトリガーと振動機能のチェックのためにですね、アセットコルサをプレイしてきました。と言いつつですね、どっちかというとスティックのテストになっちゃってるかなって思うのがね、まあ、今回のね、テストなんですが、まあ、もちろんアナログトリガーとね、振動機能はデュアルセンスと全く同じということで非常に優れていました。と言ってもですね、まあ波ぐらいかなっていう感じですかね。トリガー部分のね、ハプティクスフィードバックみたいなものもね、アセットコルサでは、有効にならないっていうこともあってですね、そこまでね、優れている振動機能っていうわけではありませんでした。
だね、アナログトリガーやっぱり最高ですね。デュアルセンスのアナログトリガーがね、私は個人的に一番好きだなってやっぱり思います。でスティックもねちょっと低感度っていうことなんですが、そのおかげかですね、ハンドルの操作がすごくやりやすくてですね、たったのね2周ですかねこれでね、自己ベストかそれ並みのタイムっていうのがね、出せてしまいました。かなり驚いたんですけどもね、本当に操作がしやすくてですね、レーシングゲームには割と向いているコントローラーかなって思いました。結構ね、このね、20% に満たないわずかな低感度っていうのがですね、逆にね、こう操作しやすかったっていう感じですね。普段ね、3、40% とか低感度になってると結構辛いなってなることが多いんですが、このコントローラーに関してはそういうことはなかったです。というわけでね、タイムの方は1分46秒842っていうことでした。はい、以上ですね。X ゲーミングのファントムコントローラーをレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。オールエフェクトスティックバージョンということで、ちょっとね、低感度ではあったんですが、使いどころとしてはね、普通のアクションゲームですね、スティック感度がそこまで気にならないようなゲームとかにはすごくおすすめのコントローラーでした。PlayStation 5でも使えるっていうのは大きなメリットかなと思います。背面4ボタンとトリガーストップっていうののマイクロスイッチがすごく良かったですね。ただね、やっぱり FPS ゲームにはちょっとね、厳しかったかなっていうところで、FPS ゲームでね、使われる方はぜひね、ホールエフェクトじゃなくてね、接触式センサー版のね、ファントムをね、お試しいただけたらいいかなと思います。かなりね、スティック以外の部分はね、十字キーが格ゲーで使えないかなっていうこと以外はね、素晴らしかったので、FPS ゲームでもね、接触式センサー版の方は、すごくね、一線級で使っていけるコントローラーなんじゃないかなと思います。はい、それで私はですね、こちらモノルっていうウェブサービスの管理人もやっています。今回ご紹介した HEX ゲーミングファントムコントローラーのスペック、詳細データとかね、いろいろ載せてます。いろんなコントローラーのランキングとかも掲載していますし、口コミ、投稿機能とかもありますので、ぜひ、利用してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、以上、モノルでした。ここまでご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。